毎週金曜日は高知ファイティングドッグスを応援するアイラブドッグスです。担当は永見アナウンサーです。はい、これからのシーズンは選手たちにとっては体力的にもきついゲームが続きますが、選手たちにとっては一戦一戦の勝利がハードな時期を乗り切るエネルギーに変わるはずです。まずは順位表をご覧いただきましょう。はい、現在首位香川と 1.5 ゲーム差の2位につけています。まだ始まったばかりですのでね、後期は一つ一つ勝ち星を増やしていってもらいましょう。さてドッグスは今日から三重ビジターで3連戦となるんですが、その後選手たちは東日本大震災の被災地福島に向かい子どもたちと交流をします。出発を前日に控えた昨日、選手たちに思いを聞きました。ドッグスが東日本大震災の被災地支援のため福島県を訪れたのは5月。球団職員の山本大輔さんが福島で高校時代を過ごしていたことがきっかけでした。物資を届ける一方で風評被害に悩まされていた福島のお米を球場で販売するなど物の支援を続けてきました。そして今回野球を通して人の支援をしようと今月25日から2日間監督や選手、球団スタッフが福島で野球教室などを行うことになり、おととい竹正社長や貞岡監督が尾崎知事を訪問し支援の内容などを報告しました。交流戦みたいなのやりますから。交流戦やるんですか。子供なんかと試合します。選手のそのモチベーションも上がると思うし、それで、でそういうところで頑張ってるから僕らもその野球でね頑張ろうという意識もあると思うし、ちょっとなんかこう感じるものがあったらいいなと思ってます。スケジュールは今日からの三重での3連戦を終えた後、そのままバスで福島に向かうハードなものですが、それでも福島行きは大事なことなんだと選手たちはしっかり自覚しています。どういう状況なのかとか、その現地の人がどういう、心境なのかというのを聞いてみたいっていうのもあったので、とてもいい機会だなと、いい機会をいただいたなと思いました。野球教室はいわき市と猪苗代町の2カ所で行い、9つの中学校の野球部員150人余りが参加します。子どもたちとの交流で伝えたいのは野球の楽しさ。少しでもそれを思い出してもらって気持ちを和らげることができたらと選手たちは考えています。家をなくした子であったり、野球道具なくした子であったりっていろいろいると思うんで、その中で自分たちがまた野球の面白さであったり楽しさであったり、そういうのを教えてあげれたらいいなと思います。僕らができることはやっぱ野球を通して何か伝えることができたり、少しでも元気になってもらえたり、また野球をより好きになってもらえたらいいなと思いますし、向こうの子どもたちに楽しんでもらえるようにしたいです。自分たちには野球しかない。だからこそ伝えたい思いがあります。野球やりたくて本当にできない子とかも多いと思うので、多分短い時間と思うんですけども、野球の楽しさであったりとか、やっぱ一緒にやって楽しんで、改めて野球楽しいもんだよということを、みんなと分かち合いたいなと思います。僕もこの年まで野球続けてるのはやっぱ野球が好きで続けてるんで、野球は楽しいもんで、みんながおるから楽しい、ってことなんで、そういうことも、分かってもらえればいいと思います。今まで小中高大学で今に至るまで、何に一つ不自由なく野球ができてきているので、今一度また野球ができる喜びで支えていただいているという、そういう感謝を今一度確認していきたいなと思います。村上選手が今言っていましたが、野球ができることの喜び、そして感謝を改めてこの福島訪問で感じるのではないかなと思いますね。スケジュールはハードですけど、何か本当に得るもの大きいでしょうね。そうですね、そして被災地の子どもたちが野球ってやっぱり楽しいなって思ってもらえたらいいですね。さて、あちらこちらと元気とパワーを届けるドッグスの選手たち、昨日はホームタウン越知町でお手伝いです。
越知町のコスモスの名所宮の前公園が先日の台風6号で水没し、およそ3ヘクタールのコスモス畑が泥に埋まってしまいました。そこでいつもの恩返しにと選手スタッフ総出で泥の除去作業のお手伝い。側溝に溜まった泥を掘り出すために重たい蓋を外して駐車場を覆った泥を放水で流します。見たことがあるその綺麗な風景とちょっと全然違かったんで、ちょっと戸惑いもありましたけど、日頃やっぱお世話になってる越知町さんなんで、やっぱ困った時にやっぱ助け合えたらいいなと思うんで、はい、やっぱどんどんやっていきたいです。はい。一部の種は流されてしまいましたが、すでに芽が出ていたコスモスはなんとか踏ん張っていました。またこういった形で選手たちは地域との交流を図っています。来週には花火大会も行われます。最後に試合スケジュールをご覧いただきましょう。ビジターの試合が続きます。今週末は三重との試合になります。以上、アイラブドッグスでした。永見アナウンサーでした。コマーシャルの後は